追放された最弱勇者ガチャ進化で無双の頂へ。第82話、静かなる底上げ。戦線は奇妙な均衡を保ち始めていた。派手な突破はない。劇的な反転も起きていない。それでも魔王軍の進撃は確実に鈍っていく。前線の一角、魔族の重装兵が振り下ろした大斧を王国兵の盾が正面から受け止めた。鈍い衝撃音が響き渡る。だが盾は砕けない。一個身を通し込まれながらも兵士は歯を食いしばり踏みとどまる。隊列は崩れなかった。そのわずかな隙に隣の兵が素早く前へ出る。放たれた矢は迷わない。負傷の途中で軌道を変えたわけでも奇跡が起きたわけでもない。ただ狙った場所へ正確に当たる。魔族の喉元を鋭く貫き続く矢がその背後の個体の肩口を射抜いた。突撃の列がそこでわずかに乱れる。剣撃の音が激しく重なった。王国兵の剣が魔族の装甲ごと力強く振り抜かれる。切り裂かれたのは隙でも弱点でもない。正面から真正面から叩く伏せる。押し返してる。誰かが思わずつぶやいた。だがそれは錯覚ではなかった。ほんの数歩、ほんのわずかな間合い、その積み重ねが前線全体に静かにしかし確実に伝播していく。北部防衛線は動かない。退かず進まず、ただそこにあり続ける。補給の荷車は止まらず、負傷兵は確実に後方へ送られ、代わりの兵が素早く穴を埋める。武器は必要な場所へ必要な数だけ。受け取った兵士たちは簡単な説明しか受けない。それでも握った瞬間に理解する。いける。それで十分だった。前線の景色が少しずつ変わり始め、試合の時間が延び、崩れるはずだった場所が踏みとどまる。北部は前へ出ない。だが俺もしない。その一方で中央戦線、勇者たちのいる部隊は作戦通りわずかに前進していた。魔族の陣形が崩れ、空いた場所を素早く突く。深追いはしない。確実に線を押し上げていく。その中で違和感が生まれ始めていた。最近兵の動きがいいな。カスマサが戦闘の合間にふとつぶやく。無理をしてないのに前に出られてる。美咲は回復魔法を施しながら周囲を見回す。負傷者の数が微妙に減っている。剣吾が盾越しに前線を見渡し短く息を吐いた。肩から来る補給だろ。武器が変わってきてる。特別な光はない。だが兵士たちの戦い方が揃い始めている。突出した英雄が増えたわけではない。魔法の威力が跳ね上がったわけでもない。それでも全体の質が確かに底上げされていた。北部戦線、補給路と前線、その両方を見渡せる位置。枯れ木の影に一つの影が立っていた。漆黒の仮面の奥でバルミラの瞳が細くなる。舐めていたわ。まさかここまでとは。一つや二つの戦果ではない。局地的な奇跡でもない。特別な兵など一人もいない。突出した魔法使いが揃っているわけでもない。それでも戦線は保たれている。盾が耐える。矢が迷わない。刃が確実に通る。一つ一つは致命じゃない。静かな声でも量が揃ってきてる。質の高い武器が確実に前線へ行き渡っていく。これは削り合いじゃない。戦場の平均値がじわりと吹き上げられている。バルミラはここに来てようやく腑に落ちていた。目立つような少数の奇跡じゃない。ましてや一撃必殺の切り札でもない。これは積み上
時間配置。時間が経つほど王国軍の土台そのものが厚く書き換えられていく。まずいわね。それは計算で測るようなものではなく直感だった。まさかあの子の力が。いいえ、あの小さな積み上げがここまで戦場を変えるなんて。前線を潰しても意味がない。補給を断っても間に合わない。このままいけばいずれ押し返される。初めてマハタバルミラの思考にはっきりとした焦りが差し込んだ。北部防衛線の奥、補給と交代が滞りなく回り続ける場所。戦線の裏側。バルミラはゆっくりと一歩を踏み出した。ここで終わらせる。前線を支える土台。戦場に残り続ける。あの進化しユーマを消せばこの違和感は必ず崩れる。そう判断し即座に動くはずだった。だが北部防衛線補給拠点セレスは栄唱を止めた。理由は説明できない。魔力の乱れでもない。敵意を感じたわけでもない。けれど線がわずかに揺れた。今の何張り巡らせている索敵の感覚。その一角だけがほんの一瞬沈んだ。誰かが触れたような、あるいは触れようとしてやめたような。セレスは視線を動かす。前線、後方、補給路。どこにも異常はない。それでも胸の奥に残る引っかかり。いいな。小さく名を呼ぶ。今日交代の間隔詰めて。それと縦兵の配置。もう一段だけ後ろ。何かあったのをわからない。でもセレスはゆっくり息を吐いた。何か来る気がする。理由のない警戒。だがそれは無視できないほどの感覚。その直後場面は静かに切り替わる。バルミラは足を止めた。空気にかすかな張りがある。直接見られているわけではない。さっきを向けたわけでもない。それでも踏み込めば触れる。見られてる。ほんの一瞬思考が走る。次の瞬間彼女は全てを理解した。なるほど。画面の奥で視線が細くなる。あの魔法使い厄介ね。索敵が張り巡らされている。北部一帯に薄く広がる感覚の網。結界ではない。だが確実に線が吹かれている。あの子に近づこうとした瞬間必ず線が走る。バルミラは舌打ち一つ。視線を横に流す。それに距離を保ち続ける弓兵の配置。車線が自然にユーマを覆っている。あの弓使い不用意に踏み込めば影に入る前に射抜かれる。魔法使いを取りなら問題ない。冷静な判断。でもユーマ、魔法使い、弓使い3人が揃ったままでは静かに消す選択肢は取れない。想定より面倒ね。だがその子は根に迷いはない。ならやり方を変えるだけ。単独ではなく暗殺ではなく正面から潰す。画面の奥で冷たい光が宿る。少数精鋭。短時間で確実にユーマを中心に一気に叩く潰す。補給も索敵も連携も全てが意味を失う瞬間を作る。バルミラは音もなくかかとを返した。準備をしましょう。誰にともなくそう告げる。風が吹き鎖が低くなった。北部防衛線は今日も崩れない。だがその裏で次は本気で来るという決断だけが細やかに下された。そしてそれは確実に次の夜へとつながっていく。続く。第83話。壊れるまで抵抗せよ。